こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回はアンケートで決まった V 金10号の両刃先丸タコ引き尺を作っていきます。反りの強い先丸タコ引きの図面を新しく作ったので、それを使っていきます。まずは鋼材に包丁の形を写し取ります。大まかにカットしたので、60番のベルトで外周を整えていきます。今回は鋼材が薄いのでサクサク削れます。外周が終わりました。60番のベルトで表面についた黒皮を落としていきます。黒皮がついた状態で焼き入れしてしまうと高度が上がらない原因になる可能性があるので、ここできれいに落としておきます。曲がっているので焼き入れ前に歪みを取っておきます。焼き入れから帰ってきました。HRC は60でした。今回は高度が少し低いですね。60番のベルトでもう一度外周を微調整していきます。60番のベルトで厚みを減らしながら包丁の側面の形を作っていきます。側面の形はいつも通り緩やかなコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。60番が終わりました。次は120番で60番の傷を消します。片刃の上包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて
切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。この形の両刃は作ったことがないので試し切りが楽しみです。600番で400番の傷を消します。この後は800番、1000番と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。柄を作る前に包丁の持ち手の部分になる中子を調整しておきます。最初に中子を薄くしてしまうと長くて薄い両刃の包丁は持ちにくいので作業しにくくなってしまいます。なので表面が完成してから中子を薄く調整していきます。
絵を作っていきます。ハンドルの上部に白い樹脂、主体となる部分に黒炭を使います。まずはスライス板を使って白い樹脂の平面をざっくり出していきます。なんかチーズみたいですね。ざっくり平面が出たらスライス板で中子を刺す穴を開けます。今回のは中子が細いので、いつもより細い穴を開けていきます。一気に掘るとエンドミルが折れてしまうので、慎重に少しずつ穴を開けていきます。黒炭に寸法を書き込んでいきます。黒炭をカットしていきます。今回は切るとこが少ないですね。カットできたらスライス板で中子を刺す穴を開けていきます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。220番が終わったら木材の収縮防止剤を塗っていきます。塗り終わったので乾燥中です。木材の収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業になるのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防星塗料です。砥石は面直し済みです。
5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。まずは面直しをしていきます。ステーキの焼き目みたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。両刃の先丸タコ引きは初めて作りましたが、意外とかっこいいですね。刃の作りは緩いコンベックスグラインドに仕上げました。角度を変えると少し映ったものが伸びたりします。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒炭を主体に作りました。仕上がりがツヤツヤで綺麗ですね。絵の上部には白い樹脂を使いました。試し切りしていきます。今年はまだスイカを食べていなかったので、分発して丸々1個買ってきました。ちょっとお高かったです。さすがに大きすぎて切りづらいですね。試しに魚と肉も切っていきます。刺身も肉の塊も切れるので、この形状の包丁はいろいろと使い道がありそうですね。最後まで見てくれてありがとうございました。
よければチャンネル登録と高評価お願いします。